ましてありがとうございました。夢島終点です。皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪メトロの中央線夢洲駅です。夢洲駅は2025年の大阪・関西万博開催時の東ゲートの最寄り駅でした。今回は万博その後の夢洲駅周辺を見ていきます。万博終了後の約2週間後の11月1日土曜日です。もうここに来てもイベントはありませんが、そこそこ人が来ていました。側面の特大デジタルサイネージはこの前日まで脈々が買ってとお土産購入をねだっていたそうです。徐々に名残が効いていった頃ですね。そしてこちらは2026年1月の平日、人がほとんどいません。がらんとしたコンコースだけが残りました。改札を出ます。11月1日の段階では全ての改札機が使えましたが、年明け1月で見ると自動改札機も一部を閉鎖。切符の券売機は11月の時点ですでに半分以上発売停止。まあそうなるでしょうね。券売機横にあるコンビニローソンです。万博脈々グッズを扱うコンビニとして知られているそうです。撮影禁止なので遠巻きに撮っています。クリアケースを買いました。そして夢洲駅で有名だったのがこちら、階段で万博ムードを高めるこのアート。11月1日、まもなくこれがなくなると聞いて見に来たのでした。今年1月ではただの大きな階段になっていました。それではエスカレーターで上に上がってみましょう。周囲にあった広告も11月の時点でなくなっています。見えてきましたが、11月1日はまだウェルカムトゥエクスポ2025の表示が残っていました。ここだけ見るとまだ万博をやっているかのよう。1月に見ると何もないです。11月1日の時点では東ゲートがありました。年が明けて1月では東ゲートの表示はなくなっています。ゲートそのものがあるかどうかは分かりませんが、11月では関係者の通行についての表示とゲートがありました。中を見ると大屋根リングがそのままの姿で健在でした。同じ場所の1月は解体工事をやっていますね。大屋根リングも一部解体が始まっているようです。それでは夢洲駅の出口から駅を一回りしてみます。これは11月なのですが、万博開催後もちらほら見に来ている方がいらっしゃいました。こちらはエレベーターで上がった場所。万博からの帰りはここから駅の周りをぐるっと迂回した記憶があります。駅から夢舞大橋を歩いて舞島には渡れるようです。途中まで歩きました。この時は夢舞大橋の方へ向かう方が結構おられました。舞島へ歩いて行かれるのかもしれません。この工事事務所のところに脈々がいました。年が明けて1月、工事事務所ごとなくなっていました。時の流れは無常です。夢洲駅の入り口に戻ります。クレーンがたくさん立ち並んでせわしく動く光景。これがIR の建設現場なのでしょうね。年が明けた1月もクレーンが立ち並ぶ様子は相変わらずです。ものすごい物量で工事中なのですね。こんな感じで夢洲駅の一周を終えました。ということで地下鉄にまた乗ります。乗車券は湾関西大阪スマートアクセスパスです。1000円で大阪メトロ全線と JR の大阪環状線や桜島線などの路線が1日乗り放題の QR 乗車券です。夢洲駅を発車です。夢洲駅から離れますが動画はもう少し続きます。
この区間は夢洲と先島の人工島同士を結ぶ海底トンネルです。中央線には1駅だけ乗車します。コスモスクエア、コスモスクエア、ニュートラムはお乗り換えです。隣の駅のコスモスクエア駅に到着。放送であったニュートラムに乗り換えます。こうしてニュートラムに乗車です。コスモスクエア駅を発車後、地上に出て1駅目のトレードセンター前駅で下車します。この駅で下車したのは大阪府咲洲庁舎のこのビルの展望フロアに行くため、ビルが見やすいように今回は外を歩いていますが、 ATC アジア太平洋トレードセンターの中を歩いても行けます。大阪府咲洲庁舎の中に入ります。広々としたビルのアトリウム、いかにもバブルの頃のデザインって気がします。着工して完成したのがすでにバブル崩壊後のため、当時のワールドトレードセンターという名前を聞くと紆余曲折を経て今の大阪府咲洲庁舎になったいきさつをご存知の方も多いかと思います。展望台は有料なので入場券を購入。これが入場券です。1100円になっているのは JAF の優待割引で100円引きになりました。シースルーのエレベーターで52階へ。 ATC の建物が見えています。大阪湾も見えてきました。展望台は55階なので、あとはエスカレーターです。着きました。55階の展望台。これなら1200円を課金する価値はありますね。ちなみに今回ここに来た理由は大屋根リングを見るためです。撮影は11月1日なので万博が終わって2週間ほど。ウォータープラザの水が抜かれている以外はあまり変わっていないようでした。1月にもここに上がれば大屋根リングの解体状況はよく見れたのだと思います。万博とは関係ないですが、サンフラワーのフェリーターミナルや大阪湾、名門太陽フェリーのターミナル、大阪メトロの南港車検場、海遊館にユニバも見えたり、大阪の眺めは申し分なく良いスポットでした。ハルカスも見えていますね。万博の名残を見てみたい方は夢洲駅や大阪府咲洲庁舎に行ってみてはいかがでしょうか。大阪近郊の方なら近場でそこそこ楽しめると思います。あともう一つ万博ネタとしまして、トレードセンター前駅から ATC 側に行くとサンフラワーのフェリーターミナル近くを通りまして、脈々がこちらにいました。この寝そべった脈々は万博会場の西ゲート近くにあったもの。懐かしい再会でした。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。